皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。本局の戦型はですね、先手矢倉に対する後手の超速攻超急戦ですね。私がね先手番で矢倉を目指したんですけれども、相手の方がねもう居玉で、桂馬で襲いかかってくるというね、一見すると無理筋なんですけれども、実はですねプロの公式戦でも類似形がねたくさん指されている最新の攻めといってもねいいと思うんですよね。どういったところがね攻防においてのポイントになるのか、あるいはね、先手番矢倉を指されているのにねこのいう速攻にいつもね苦しんでいるという方は、どういったところをね、注意してね指せばいいのかといったところを含めまして、大盤でじっくり解説していきます。最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の振り返っていきたいと思います。本局先手で私が先手で7六歩8四歩に6八銀と、矢倉のスタートですよね。それで相手が8五歩とね歩をついていきまして、7七銀に3四歩と、そして、7八金と、私の方は矢倉のスタートなんですけれども、ここでね、6二銀と上がったり4二銀と上がって、ゆっくり指すといっぱいあるんですけどね、7四歩と、この手がね、知らないとギョッとするんですけどね、部分的にはねもう最近近年のプロの公式戦でねよく出てきているこのね右の桂を急ぐんですよね。この急戦策の一手なんですよね。で実際に2四歩と2六とついたんですが、ここでいくつか対応策がありまして、角を引く手もあります。これね皆さんこれも一つ皆さんにお伝えしたいんですけど、こう引いといて、例えば本局と同じように7三桂と飛んできたら6八角という形で、これ実は将棋用図をね何回か前の形であったんですけど、角をくるくるっと巻いておくことで6五桂に6六銀と上がった時にこの角でこの8六同同飛車を防ぐことができるんですね。ですのでこの桂馬ポンポン作戦がね怖いという方には一つここでねちょっと早いんですけど結構早く引いとくっていうのはねおすすめさせておいていただきます。これ桂馬を飛んだ瞬間にちょっとね違和感があるんですけど角を上がっとくと、これをしないと結局こう桂飛んで銀上がって歩突かれて角を引いてもあんまり意味がないので、7三桂に6八角と上がっておけば8六同歩同飛車の形を防げるんでね、これ一つ一つ受けの形なんで覚えていただければと。実際もちろんこれもあったんですが、本局は2六と、攻めの手をね指しました私は。で7三桂に2五歩とね、これはねちょっと7九角6八角に比べると積極策ですよね。もう桂馬飛んでくる、はいどうぞ飛んできなさいと。ただ飛んできても上がった後に例えば受けてくればもう今度私の方もねあなたの方だって隙だらけですよということですよね。こうどんどん攻めちゃうよということです。実戦は、2五歩に3三角とね、ちょっとね先手から見ると後手はずうずしい指し方ですよね。桂馬は使うけど先手の方の飛車先の交換は角だけで防いじゃうよというね、こっちは桂馬を飛ぶのになんてちょっとこうある意味目いっぱいの形なんですよね。金銀一回も動かしてないですから、これ昔のね昔って言い方ないですけど、私が子供の時にこういう指し方したらね師匠とか先輩に怒られるようなね形ですよね。銀が一個も増えてないですから内戦。ただその分スピード感が非常にあるので、先手としてはなんだ金銀動いてないじゃないかとね、これやってきて弱い人なのかななんて思っちゃうと痛い目に遭いますね。なのでねもうとにかく次後手は6五桂が来るので、その手をねもう最大限に気をつけるということですね。一番一つは6六とつけば一番簡単なんですけど、6六とつくとねまた6四歩とついてね意地でも来るんですよね。例えば5八金に6五歩と止めたのに意地でもやってきますので、もちろんこれも一局なんですけど、なかなかそんなね簡単な話でもないんですよね。もうついちゃえば止まるというのはね、実戦は5六とつきまして、この5六というのは6五桂とは飛ばれるんだけど6五桂と飛ばれた後のことを対策した手なんですね。なので6五歩桂自体を防ぐのはとっても大変。例えばもう銀上がれば防げますけど、今度はね8六歩で一歩交換されちゃうんでね。なので5六歩とついて、6五桂は目に見えてるんだけど6五桂の先を考えた手ですね。でですねここで相手の方は6五桂をいきなり来たんですけど、これがねどうだったかですね。一回何か6二銀ぐらい上がっといた方が良かったかもしれないですね。6二銀上がっておいて次に6五桂、もちろん6六歩なら6四歩で同じようにぶつけていくし、一応ね角を引くような手はあるんですけど、これに対して桂馬ポンって飛んでどうですかね。4六角とこう飛車取りに出れるんですけどね。ただ8一飛車と引いとくぐらいでも
まあこれはね先手も大変です。やっぱり角が動いちゃうとねこの角のラインが強烈になるんでね、まあですのでね6二銀と一回上がっといた方がまあもちろんこれで先手がね悪いということはないんですけど、まあここで先手もどうするか、7九角引くのか、まああるいはまあこっち先手もね3六ついて3だけ目狙うとか6九角寄るのかとか、まあ一局の将棋だったと思うんですよね。まあ、本局は6五桂がね、まあ、いきなり来たと。さあこれがね、まあ、本局のテーマ図というかね、まあ、銀を引いちゃうとやはりね、まあ、銀引く手もあったかもしれないですけどね、銀引く手もあったんですけど、これだとまあ桂馬が埋まるんでね、まあ、例えば6二銀ぐらいでしょうか。まあこれもあったと思いますね。銀引く手もあったかな今見ると。というのもね8六同歩同飛車とこれ来た時に交換して王手飛車なんですよね。なので6八銀もあったかもしれないです。実戦は6六銀、まあこっちもね先手としては魅力的なんですね。でですね、まあ桂取りなので6四歩とつけば防ぐんですけどね、これだとね先手はもうさすがに6五銀とまあ怒るかもしれないですね、こぞって。で同歩ならば3三角成同桂にまあ例えば7三角とって王手飛車取りですよね。これはどうですかね。まあ銀桂交換ですけど、やはりねまあ5五からすってどっちがいいか分かんないですけどこれは先手まずでしょうね。ですのでまあ勢いというかね6五桂6六銀に対して8六歩ときたんですけどね、同歩同飛車ときたんですが、ただねこれがちょっとやはり6二銀上がったのがデメリットになりましたね。この瞬間にね5五歩とつけば穏やかです。これ大会やった時見たんですけど5六とついた狙いはここで5五歩とつくのがこの角を二重に止めるのがまあ受けのコツで、まあこうやれば穏やかですよね。ただこうやると後手もこう歩をついて穏やかで、まあなんていうんですかね、まあちょっと魚を逃がしてしまったような感じもあるので、ここはもう強く6五銀と。まあ先手型のポイントとしましては4八銀は上がってないのが一つポイントなんですね。これ矢倉に組んでいくとついこう4八銀って上がることあると思うんですよ皆さんね。ただ4八銀って上がっちゃうと王様が逃げれなく壁になるのと、あと飛車の動きが通らなくなるんですよね。ですので4八銀っていう手がまあ相手が急戦に来た時には上がってない方がいい時もあるんですね。これ難しいです。なんと形とばかりに4八銀とか3八銀とかやりたくなっちゃうんですけど、本局は飛車の動きが通ってたんでこの手が成立したんですよね。これ銀上がっちゃってると当然ながら8八角成でもう大変なことになっちゃう、大損害でね上がれないので、この6五銀が効いたんでねこれはちょっとやっぱり攻めが無理になったかもしれないですね。これ8八角成と来ても後手の攻めがね同金と取っといて、次これね9五角がひどいんですよね王手飛車取りがね。なのでまあ攻める前に一回6二銀上がっといた方が良かったかなっていうのはそういうことなんですよね。ですのでまあ桂馬を取られた後手としてはね何かこう戦果を上げたいんですけれども、8八角成ですと同金でどうにもないということでもう8八飛車成とね、まあ、ただこれは最善手でしょうね。もう飛車でズバッといってで同金にまあ飛車が効いてますから取れないですね。8七歩と。ただ金銀バラバラですからね先手も怖いとこですよね。まあここもね分岐点で、まあ、同金と取りますと9九角成でまあ駒損を回復しながら馬ができましてね、まあ、むしろ次桂馬が取れれば後手の駒得ですし、7七桂ですとね一応8六香みたいなのもありますかね。同金ならば7七馬とねなんかこう後手に先手で攻められちゃうということで、さあどうするかなんですけれども、まあ7七金でも8八角、まあこれもあったと思うんですけどね。これで例えば7四銀とか8一飛車と打ってくるようなね、本局は一番まあある意味ちょっと面白いんですけど強気の受けというかね9八金と。形悪いですけどね、形悪いがしかしですよ、まあ後手の方が超急戦なので攻め駒がねこれしかないんですよね。これとこれ角2枚ね。何か例えばこう準備してると例えばこの辺銀がいたりとかすると例えば銀取られちゃったと銀ぶつけられたりとかね二の矢三の矢があるんですけど、この角とこの歩とこの角のね3枚にだけ注意すればいいので、まあ非常に形悪いですけど金を寄ってね、例えば次先手の番が来て5五桂と打てたらもう完封なんですよね。これね5五桂と打っちゃえばもう悠々で取っちゃえばいいし飛車も打てるしということで一瞬形は悪いんですけどもうこの瞬間何もなければもうそのまま受け切っちゃうよということです。で9五角と。ただこの角打ちが怖い手でねただの王手なんですけど王様を上がったり6八に桂馬を打ったりして飛車の動きが止まりますと8八歩成がね金が逃げた金がこれもう金桂香全部取られちゃいそうな形になっちゃうんで、これはね先手失敗です。
ですがまあね、私9八金を打った時に9五角見えたんですけれども、この次の手がね6九玉というのがもうなんていうんですかね、ちょっとスリル満点ですけれども、ただし角とこの歩だけなのでね、この飛車の動きを通しておけば8八歩成同金で OK なので、ここでねようやく切れ筋がはっきりしたかなという気がしますね。何か駒がもう1枚あれば、もう極端に桂馬があれば桂馬ってね後手大成功なんですけど、駒がないんでね、まあ、実戦は、7七にね、角をなってったんですけど、これは辛いですよね。空成りなんでね、同桂、まあもちろんこれやらないで次5五桂って繰り返しなんで5五桂とか、もっと言ったらまあ飛車打たれるとか、まあ何かいくらでもね先手受かっちゃうんで突っ込むしかないですけど、これは辛いね。空成りなんで同桂同角成で、まあ馬はできて攻めは切れなくなりましたけれども、駒割りがないですね。これ飛車得なんですよね。私の方がね飛車得、桂馬はね今もともと得してたんでね。さあここからどう勝つかっていうのはこの2のテーマですね。まあ駒はバラバラなのでね、次5七桂という手があるのでね、まあ一つはもう王様スタコの指すさもあったと思うんですけど、王様逃げると8八歩成でね、まあ一応金を取り返されちゃうのがまあ先手としては不満だと。でね、5七桂があるのでどう受けるかで、まあパッと目というか8四角打つと王手で防げるんですね。王手でね、桂。ただこう玉を逃げられた後に、まあこれも悪くないんですけど、この角がねなんか中途半端な駒なんですよね。打ってみたものの、ここに利かしておかないといけないんで7三角成というわけにもいかないですし、といってこの角、まあ、ほぼ攻めには一方通行なので、これ打ってもねなんかちょっと不安定な駒がまた増えるかなってだけなんですよね。ですので実戦はここで4六角とね、まあ、これ結構ふんわりしたまあいい受け方だったと思いますね。ふんわり。別にこう王手でも何でもないんですけど、こうやっておくことで次ね2四歩同歩同角でこちらから王手する方がきついんですよね。こちらから王手した方がこっちに王様逃げる分にはね銀がこう待ち構えてますからね、王様4二よりこう右から追っかけた方がいいので、この4六角ではっきりね先手優勢がねはっきりしましたね。5七桂がないですし8八歩成は同金で飛車の動きが通ってると。まあ実戦は3三桂と、まあただこれもすごくいい手で遊び駒を活用してるんですが、8一飛車と、この8一飛車はですねもちろん攻めもそうなんですけど受けもです狙ってますね。まあ実戦4五桂と飛んだんですが、5八玉と上がった時にこの飛車がこう効いてますので、今度ね飛車の動きが止まっちゃったんですけど、8八歩成には同金と取っておけば何でもないですよということでね、これでねちょっと攻めが止まっちゃいましたね。まあ、8六桂は唯一の一手ですね。まあ駒は桂馬を打つ場所他にないですしね、まあ、桂馬を打てばこの金取れるんですけれども、まあ、2四歩と、まあ、待望の反撃ですね。で9八桂成、同歩なら同角がね王手で好調なんでね9八桂、まあここは2三歩成もあったと思うんですけれども、まあ、落ち着いてね同香、これは G ですからね、やっぱ相手にこう取られるより取れば取りからかわして桂馬を取れるんでね取りました。まあこれでね金1枚でちょっとね迫りようがなかったですね。金は取ってみたものの、6八金ともね打てないのでね、まあ、実戦は5七金から大駒を外してね粘る順ですね。同角同桂成同玉と。そして、7九角と王手しましてね、4八玉に2四角成と、まあ、非常にね手としては粘り強いですね。馬を2枚作って、ただしね、まあ7四銀と今度はゆっくりね駒を攻める手が、これ対局の時も言ったんですけど、一時私の飛車得だったんですね。飛車得が今これ実はまあ飛車桂と角、角の交換ということで、まあ大駒をね取り返されてるんで、駒割り的にはこう縮まってるんですけど、方針がね分かりやすくなったんですよね。この王様が先ほどまでちょっと不安定で、しかもここにね狙われそうな金とかいたんですけど、それがもう持ち馬に乗ってますし、これいつでも3八玉取るともうまた安全になりますしね。で飛車を打っていて、もうこの銀は普通になっていけばいいので、どうですかね、なんか方針が分かりやすい、手が分かりやすいんですよね。それがまあ非常に大きい。駒割りは小室さんのとこはね縮まったんだけれども、まあゴールにね近づいてるという感じですね。で7四銀に対して、まあ、8八歩成しょうがないですね。後手の方はね大駒2枚取ったんですけど攻める場所がないのでね歩を成って香車を取ろうということなんですけれども、6三銀成とね、この銀がこう出てくるのはねとっても味がいいですよね。やはりこのふわふわの銀がね攻めていきますから。で4二玉と上がったんですが、4五桂とね、これがね気持ちのいい手で、まあね、まあ、こう追われちゃうような感じは嫌なのでね、こう
狭めていきます。しかもね3枚桂馬を持ってますから桂馬をね使いやすいですよね。で4五桂に対して9八と取ったんですが、次の手がね決め手になりましたらね5五桂と。これもねいくつかあるんですよ。5三成銀で普通に攻めてって5三桂ならずとかもあるんですけど、攻めをね厚くして美味しいものを最後に取るじゃないですかね。桂馬を打っておくということで、この手を見てね相手の方はちょっと早いんですけど投了となりました。そうですね、投了はこれ早いんですけど攻防ともにちょっと見込みがないという判断でしょうね。この5五桂の狙いとしましては次に2四飛車とこの馬を取っちゃう手がきついんですね。同歩にこの馬の利きが止まってますから3三金と打ってね王様を引いて4三桂ならずで詰みがあるんですよね。なので、馬を取ってくる手を、後手としては防がないといけないんですが、例えば取った香車を2五香と打って飛車を封じ込めようとしても同飛車とね構わず取っちゃっていいんですよね。同じなんですね実はね。同馬に金を打って王様引いて4三桂ならずで結局詰んでしまうということでね、次に2四飛車を防ぐ手がとっても難しい。唯一ね防げるとしてはこう玉を寄るような手なんですけれども、これもねいくつか勝ちがあります。例えば一気に寄せるんであれば飛車をバサッと切って同歩に3三金と打って王様を引いて2三2に歩といった感じで、これも詰みはないですけれども同銀に例えば2三歩打つとかね攻めが続きます。先手の方はね仮に飛車を打たれても桂馬さえ持ってれば受けておけば鉄壁の形ですね。あとは着実に攻めるのであればこれはねスピード感のある攻め方ですけど戻りまして、5五桂にね3二玉と打った時に3六桂もねこれも痛いんですよね。飛車を切るまでもないとね馬が逃げればどっか逃げればですね3三金と打って飛車が成っていけばいいということで投了詰みはないんですけれども攻防ともに見込みがないということで投了もやむを得ません。いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。ご覧いただいた通り長久戦のねもう大決戦にすぐなっていったわけなんですけれども、長久戦をされるというのはね、怖いです。どんな戦型であっても相手にどんどん攻められるというのはね、プロであっても気持ちのいいものではないんですが、ただですね速攻を仕掛ける、仕掛ける側もですねやはりある程度、リスクを抱えてるわけですね。やっぱり急戦を仕掛けるために、本来指しておきたい手を指さないで攻めるわけですからね。ですので、守りに回った時にですね、必要以上に相手の攻めに対してつられてね受け続けてしまうことで、かえって被害が大きくなってしまったり、場合によってはね、攻めればチャンスがあったのにその大チャンスを逃してしまうということもね、多々あるんですね実はね。ですので速攻された時にはしっかりねもちろん相手の狙い筋をまず看破した上で、かつね相手の玉形本局で言えば居玉であって王手飛車の筋があるとかね、そういった弱点をねしっかり見定めて指すということがとっても大事になってきます。今回ね今回はうまく受けることができたんですけれども、皆様のね対局の実践の参考になればなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタン、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。